定海通信小桜姫物語浅野和三郎著61海の修行場。前にも申し上げた通り、私が滝の修行場におりました期間は割合に短く、またこれといって珍しい話もありませぬ。私は大体あそこでただ統一の修行ばかりやっていたのでございますから、滝の修行自体がどれくらい続いたかとおっしゃるか、さあ自分にはさっぱりその見当がつきませぬが、指導役のおじいさんのお話ではあれでも現世の30年くらいには当たるであろうとのことでございました。30年と申すと現世ではなかなか長い月日でございますが、こちらでは時を計る目当てがないせいか、一向それほどにも感じないのでございまして、それはそうと私の滝の修行場生活もやがて終わりを告ぐべき時が巡ってまいりました。ある日、私がご神前で深い統一に入っておりますと、ひょっくり滝の龍神さんが例の白衣姿ですぐ間近くお現れになり、こう仰せられるのでございました。そなたの統一もその辺まで進めばまず大丈夫。大概の仕事に差し支えることもあるまい。したがってそなたがこの上ここにおる必要もなくなったわけ。ではこれでお別れじゃ。いいも終わらず、ぷいと姿をお消しになり、そしてそれと入れ替わりに、私の指導役のおじいさんが、いつの間にやら例の長い杖をついて入り口に立っておられました。私はびっくりして尋ねました。おじいさま、これからどこぞへお引き越しでございますか？そうじゃ。今度の修行場はきっとそちの気に入るぞ。すぐ出かけるとしよう。相変わらずあっさりしたものでございます。しかし私の方でも近頃はいくらかこちらの世界の生活に慣れてまいりましたので、格別驚きも怪しみもせず、ただ母の形見の守り刀を身につけただけで心静かに座を立ちました。がそれに続いて起こった局面の急展開には、さすがの私も少し呆れないわけには参りませんでした。おいとまこいのために私が滝の龍神さんの祠に向かって合唱を名目したのはほんの一瞬間。さて目を開けると、もうそこはすでに滝の修行場でも何でもなく、一望千里の大海原を前にした素晴らしく見晴らしの良い大きな岩のてっぺんに、私とおじいさんと並んで立っていたのでした。ここが今度のそちの修行場じゃ。どうじゃ、気に入ったであろうが。びっくりした私がご返事をしようとする間もあらせず、おじいさんの姿がまたまた煙のようにそばから消えてなくなってしまいました。重ね重ねの早業に私は開いた口が容易に塞がりませんでしたが、ようやく気を落ち着けて辺りの景色を見回した時に、私は三度驚かされてしまいました。なぜかと申すに、岩の上から見渡す一帯の景色がどう見ても昔なじみの三浦の西海岸にどこやら似通っているのでございますから、